皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはヨーロッパの電力事情について取り上げます。ヨーロッパの状況を見ることによって日本のエネルギー政策をどうすればよいのか良い参考資料になります。そのために具体的にどこの国の状態を取り上げるかといえばそれはドイツです。日本においてはヨーロッパ侵攻といったものがあり、ヨーロッパの国々は基本的に日本よりも優れているとやたらと持ち上げる人たちがいます。しかし実際のところヨーロッパにおけるエネルギー政策というのはかなり右往左往している状態であり、ヨーロッパの政策であれば何でもかんでもいいというわけではありません。特にドイツにおけるエネルギー政策の暴走というものは国民生活をかなり脅かした犠牲の上に成り立っているものです。一体どのようなものになっているのか、まずは具体的に電気料金などのニュースを見ていきましょう。ドイツ平均世帯の電気・ガス料金、今年は6割超上昇へ。ドイツの約420万世帯の電気料金が今年平均 63.7% 上昇し、360万世帯が使うガスの料金は 62.3% 値上がりする見通しであることが4日公表のデータで分かった。電力・ガス会社が卸価格高騰を転嫁している。ドイツでは昨年、新型コロナウイルス対策の行動制限解除に伴う需要の急増で天然ガスの供給が逼迫し、ガスや関連のコモディティ価格が急騰した。エネルギー危機は新年に入っても続いている。同国では通常、電力・ガスの契約は1年ごとに更新されるため、価格転嫁の時期がずれることがあるが、価格比較サイトによると、卸価格の上昇分はすでに小売価格に完全に反映されているという。価格比較サイトの担当者によると、石炭及び天然ガスを燃料とする発電所運営会社の調達コスト上昇や、再生可能エネルギーの生産量減少、産業界からの高い需要を理由に電力価格は特段高くなっていると指摘。平均世帯における 63.7% の電気料金値上げは額にして日本円で約14万円。これは契約ごと1年ということを考えるとおそらくは1年分の上昇価格だと思われます。転居などで新たに電力使用契約を結ぶ場合は 105.8%、額にして日本円で23万円の値上げになるという。自然環境を保護する政策を進めています。その一環として様々なことをやっていましたが、結果として皆さんには電気料金、ガス料金がプラス 60% 値上がりすることとなりました。ぜひともご協力ください。などという通知がもしも皆さんの家庭に届いたとしたら、仕方ないよね、と受け止めることができるでしょうか。もしも私がそのような通知を受け取る立場であれば、これは国の政策が完全に失敗したんだなと思います。ドイツにおける値上がり率というものを見れば明らかにこれは異常な数値だと言えます。どんなに経済状態が良かったとしても、プラス 60% などという勢いで給料は上がっていきませんから、明らかに日々の支出の中におけるエネルギー価格の割合といったものがどんどんと増えることになりますから、生活を必ず圧迫するものです。ドイツというのはそういった意味においては日本にとっては悪い見本として学ぶべき国です。まず第一にドイツのエネルギー政策としては脱原発政策といったものを完全に進めています。これまであった原子力発電所については今年最後のものについても稼働をやめて完全な脱原発状態といったものを達成しようとしています。一方において CO2 排出量をどんどんと削減するためにまず石炭から天然ガスへと火力発電のそのエネルギー源を移行しようとしています。しかしこの政策もかなりいびつなものです。何しろドイツは天然ガスをパイプラインで輸入しているのですが、そのパイプラインの出元というのはロシアです。ロシアはヨーロッパ各国との政治や外交上における対立といったものを何度となく起こしている国であり、そのような国に対するエネルギー依存度を高めることは正気の沙汰とは思えません。ただしそのようなことをドイツがする理由というのは、これまでの実績としてロシアはお金さえ払えば基本的には天然ガスを売ってくれました。ですからそのようなことがあったからこそ、これからもきっとお金さえ払えば天然ガスを売ってくれるだろうという目算があります。なぜそのようにしてロシアはお金さえ払えば基本的に売ってくれたかといえば、それはロシアにとっても天然資源を売ること、それ自体が
国家経済の根本であり、決してやめられないからです。ロシアは人口的に言ってもそれほど大したことのない国ですし、また経済規模においても存在感といったものはありません。しかし、ソ連時代から引き継いだ軍事力やもしくは核兵器の大量保有といったこともあって、地域大国として非常に大国としての振る舞いが続いているわけです。ですが、その実質としては天然資源に依存した体質であり、政治や外交上において敵対者としてもビジネスの関係を決して壊すことは彼ら自身にとってもやめられないというわけです。ドイツ側はそのような関係性といったものをよく理解した上で、ロシアへの依存といったものを今後も深めていくことを選択したわけです。ただしそれはあくまでも過去からの未来予測であり、残念ながらその未来予測といったものが最後まで当たるかどうかといったようなものは保証が効きません。なぜならば現在ロシアとウクライナの対立状態を見ると、決して今後とも政治外交上の対立だけで済むのかといえばそういったわけではない。そのような不確定要素といったものも存在するからです。またドイツが日本にとって悪い見本だとしているのは、脱原発政策を極端に進めた結果として結局のところ安定的な財源を失っているということも忘れてはなりません。ヨーロッパにおいては脱原発を進めるドイツと対照的に原発については見直し、そして今後も投資もしていくし新設もしていくよと言っている国があります。それはフランスです。 EU 全体で言っても持続可能なエネルギー源として天然ガスとともに原子力発電所についても認める方針が議論されています。フランスは原子力に依存した国であり、そして原子力を今後とも使い、そして他の国にも売ることを考えています。少なくとも石炭や石炭火力発電所と違って CO2 排出量といった意味では原子力発電所はクリーンであるというのがフランスの主張です。一方でドイツは CO2 排出量について問題ではなく、原子力発電所の場合だと放射性廃棄物質があるんだから決してクリーンではないという主張を行っています。これはどちらについて言っても基本的には正論だと言えるでしょう。 CO2 排出量だけを見れば原発はクリーンであり、一方において放射性廃棄物質が出るという意味においてはクリーンではないといったものもどちらも正しいのです。ただしエネルギー価格が上昇するその急激さに比べれば原発の方がはるかに安定しているといったことは見逃せません。特に日本においてはあたかも全世界的に原子力発電所を廃止する動きになっているかのように錯覚している人がいるわけですが、今回ご紹介したように原発を推進している国は確実に存在しています。 EU においてはフランスであり、本来であれば燃料においては全く困ることのないロシアなどにおいても原発は活用され、また他の国へ売り込むことも積極的です。そして中国においても原子力発電所の活用についてはどんどんと進み、今後も原子力発電所を新しく作る計画といったものも進んでいます。また新興国においても自国で天然ガスなどが取れる国といったものは非常に限られているわけですし、また内陸部などにおける国においてはエネルギー源を大量に輸入することにもどうしてもコスト高になりますから、いっそのこと原子力発電所を建てた上で燃料も一緒に輸入するといったセット販売などを受け入れる国もあります。特にロシアなどはそういった意味においては原子力発電所も建てるし、また燃料についてもロシア産のものをどんどんと売りますよといったセット販売なども行っています。このような世界各国の状況を見ると、日本においてはエネルギー政策としては原発を見直す時期に入っているのは明らかでしょう。石炭や天然ガスの値上がりといったものは非常に苛烈なものがありますし、また太陽光発電などについて言っても日本は国土面積はそれほど多いわけではないですから、基本的には太陽光発電が向いていない国です。また風力発電について言ってもヨーロッパにおける偏西風に当たるようなものが残念ながら日本にはない上に、さらに台風なども来ます。そういった意味では自然エネルギーに対する過度な依存を高めるということは決して良いことではありません。いかにして無理のない形で導入していくか、その知恵を試されている状態だと言えます。ですからそのような知恵を試すには依存度を高めるよりは、むしろ今ある原子力発電所を稼働していないものを稼働させた上である程度の安定を手に入れた上で、じゃあ日本にあった自然エネルギーをどのようにして取り組めばいいのか、そういったことを重々議論していけば良いと思います。少なくとも山林を切り開くような自然破壊を伴うような太陽光発電の
推進にはストップをかけるべきでしょうし、環境保護を進めるためには電気代はいくらでも値上げしても構わないんだみたいな暴論には私は賛成すべきではないと思います。皆さんはドイツの電気代値上がり 60% 以上といったニュースを聞いて、どのような政策を日本では行うべきだと思うでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。